山岡屋の新しい期間限定バブシー豚骨醤油ラーメン。一つ前の期間限定も朝ラーメンもみんな大好き山岡屋のラーメン。今回は3種類一気に紹介するから最後まで見てね。山岡屋の新しい期間限定を食べに来ました。こちらは和歌山の君井寺店。岩手のお店と比べると比較的こっちの方が空いてるイメージ。今やってる限定はこちら。山岡屋は券売機でチケット買うシステム。各種キャッシュレス対応してます。期間限定は毎回トップページの左上にあります。中盛りが 1.5 玉、大盛りが2玉。今回は中盛りにします。トッピングでチャーシュー追加。山岡屋のチャーシューめちゃくちゃ好きです。山岡屋に来たらチャーシュー5枚と背脂変更は必ずトッピング追加してます。次に特製味噌ラーメンを注文。あと今回はライスを注文。ここで決済してから気づいたこと。背脂変更1人分しか買ってない。追加で購入しました。店内期間限定推しが強すぎる。この日が21時くらいに到着して待ち時間20分くらいでした。着席して待つこと10分。こちらが期間限定バブシ豚骨醤油ラーメン。麺普通、油多め、味濃いめチャーシュー5枚、背脂変更、クーポンでメンマ追加。この日は油がいつもより多かった気が。スープをすくうつもりが油しか入ってこない。海苔の上にバブシが乗せられて提供されるけどすでに全部溶けてる。だけど最初から溶かすのが多分正解。魚介系のいい香りが立ち上って最高。麺はいつもの中太麺。このホロホロのチャーシューが本当にうまい。スープはレギュラーの醤油より魚介系の風味が強い。バブシが食べる前に溶けてたので比べられません。ノーマル状態で乗ってる具材はレギュラー醤油と同じかも。総合評価としては美味しくてまた食べたくなるラーメンです。昨年末発売したプレミアム醤油豚骨よりこっちの方が好きかも。ご飯と別皿注文した海苔を用意します。今回海苔はクーポンで引き換えしたので無料。ご飯にテーブルに配備されたニンニクと豆板醤を少しずつかけます。そしたら海苔をスープに浸します。その海苔でご飯を包んで一口でパクリ。これがパンチがあってラーメンにめちゃくちゃ合ってうまい。これ実は某大物料理研究家 YouTuber が紹介してた食べ方を少しアレンジしたもの。家で濃いめのインスタントラーメンでも可能なのでぜひお試しください。最後はスープもかけちゃいます。そこに豆板醤を入れて軽く混ぜて出来上がり。これも美味しいけど塩分と脂質が怖い。ごちそうさまでした。ここからは一つ前の限定ラーメン GK 特製もやし味噌ラーメンを2月に食べた動画です。この日は和歌山の岩でのお店にやってきました。平日お昼2時過ぎ、待ちの列はなくすぐ入れそう。
お昼なので軽めにラーメンだけにしておきます。背脂変更は忘れずに。こちらが期間限定だった GK 特製もやし味噌ラーメン。いつも通りの呪文。麺普通、油多め、味濃いめ。普通の特製味噌ラーメンにもやしと生姜がトッピングされた感じ。ショート動画を見てくれた人はこのラーメンの感想を知ってると思うけど、正直微妙。もやしから水分が出るからか、普通の特製味噌よりスープが薄い気がして、普通の特製味噌や味噌ラーメンの方が美味しい。ガツン系を名乗っているのに完全に名前負けした期間限定でした。ちなみにコロチャーはクーポンで無料トッピング。クーポンは山岡屋アプリでゲットできますよ。そういえばマー油の感じは全く伝わってこなかったな。ごちそうさまでした。この日は三重県四日市市にあるうねめ店にやってきました。この日の目当ては朝ラーメン。朝ラーメンのボタンは一番下の隅っこにあります。替え玉もできますが、最初から麺増量するのがおすすめ。替え玉するとスープが水っぽくなるので。もちろん朝も背脂変更は必須。あとチャーシューもトッピング。朝からがっつり食べちゃいます。四日市より東の店舗は和歌山の2店舗より比較的いつ来ても空いてるイメージ。こちらが山岡屋の朝ラーメン。呪文はいつもの麺普通、油多め、味濃いめ。そして背脂変更にチャーシュー5枚トッピング。レギュラーメニューより少しあっさりめな豚骨スープに細麺。実はこのラーメンが山岡屋の中で一番好きな人も少なくないはず。チャーシューのこのスープが一番相性いい気がするのは気のせいかな。ちなみに細麺なので茹で時間も短く、普段より提供が倍くらい早いです。この海苔の上に乗った梅肉は正直あんまりこのラーメンにはいらない気がするので、抜きで注文するのもありかも。僕はいつも最後まで避けておいて最後に海苔と食べますが、ホロホロチャーシューが本当に激うま。ごちそうさまでした。山岡屋の朝ラーメン本当に最高なので、食べたことない人はぜひ食べてください。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもたくさん書いてください。ハイプも忘れずにしてくださいね。最後までありがとう。次回の動画もお楽しみに。またね。